画家イラストレーターをやっています。画家といっても絵を描いて展覧会をやるだけではなく、もちろんアトリエで一人で絵を描く場合もあるんですが、ライブペインティングでステージで人前でたくさんの人の前で描く場合もあり、時々は、イラストレーションを、広告とかファッションマガジンとか、音楽のために、音楽の CD ジャケットとかそういうデザイン的なイラストの絵を描く時もあったりして、絵の仕事で絵を教える仕事をちょっと病院などの患者さんに、メンタルのねケアをするためのアートセラピーを先生としてやっていたり、絵に関するいろいろな仕事をしています。絵を描くのは多分すごく孤独な一人の仕事だと思うんですけれども、インスピレーションはいろんなところに行って、例えばいろんな国に行って、日本でもいろんな場所に行って、東京でも横浜でももういろんな場所に行って、いろんな人に会ったり、いろんな物事に出会ったり、空だったり人だったり、空気だったり、季節だったり、たくさんの毎日毎日面白いことを、自分の感覚に入るような、行動を心がけていることからインスピレーションされていろんな作品を作るという感じです。作品でコミュニケーションというところでは、本当に一枚の絵を長い間見せて、それで展覧会エキシビジョンとかで見てもらって、それでこう自分が思ってないことまで見る人が感じたりとかっていうことも面白いかなと思いますけれども、今一瞬の瞬間みたいなものを作品で表現できれば面白いなっていうところは、一つの絵を描くとずっとそれが残っていて、ずっと長い間眺めていられる絵もあるけれど、ライブペインティングをやっているじゃないですか。ライブペインティングをしているというか、その一瞬でしかもうすぐその次に絵の具を乗せてしまうと、その今描いた絵は全部変わってしまったりとかっていう、そういう一瞬一瞬見逃さないでずっとこう見ていないと、どんどん絵が変わっていくっていう、そういう感覚というか時間の流れとか、そういうものを今生きている感覚も含めて、たった今起きている自分とか自分の目の前とかお客さんとか、その見ていただく人になんかこうその時間を感じてもらったり、あとはそれによってすごくなんですかね、高揚したりとか面白くなったり楽しくなったりっていう、みんながハッピーになるような作品を作っていきたいなと思います。いろんなターニングポイントがありますけれども、いろんなジャンルの人と、ものを作ったり音楽をやったり、映画を撮ったり、あとはもう本当に全然違うジャンルの方だったり、ファッションの人だったりとか、なんかいろんなジャンルの人とその時その時に何か一緒にできることっていうので、もうステージ一つずつ上がってるかどうかはわからないですけど、一つずつステージが変わっていく感じがすごく自分にとってはキャリアとして面白いなと思います。でサイズも絵のサイズも小さいものから、もうこのくらいのデスクトップの小さいものから大きい、今年はすごく大きい絵をいっぱい描いたんだけど、15メートルとか30メートルとか、もうずっと大きいのを描いて、もう絵の中に人間が飛び込めるみたいな、写真を前で撮るとね飛び込めたりとかするような絵に包まれるような感じのお店だったり壁画だったりっていうものを描いたり、人前で、描く仕事だと思って、小さい時からね、子供の時に絵を描いて、それこそコミュニケーションが絵の仕事だと思っていたので、人の前で絵をライブペイントで描くっていうきっかけ、ポイントはすごく変わった。それまではちゃんとこうスタジオにこもって絵を描いて、人に出来上がったら見せるっていうことだったのが、もう全部
見せる、全部描き始めるスタートから最後まで全部見せるっていう方がかなりペインターとして変わったと、思います。いろんな国でエキシビジョンをすると、ヨーロッパでも、カンボジアとかアジアのでも中国とかカンボジアとかアメリカ、ニューヨークとか、オーストリアとか、なんかたくさんフランスとか、いろんなところで、エキシビションとかパフォーマンス、ライブペインティングパフォーマンスとかしてすると、日本よりもさらに理解というかアンダースタンドがあるという感じも結構何個かあったり、すごくたくさんの人たちがリアクションしてくれる感覚というか、そういうのはすごくもう自分にとっても宝物というか、自分にとってすごい嬉しかったことで、このいろんなところでこの仕事ができるかもしれないという。ペインター多分ね、ペインターの仕事とするの難しいと思うんですけれども、自分で今でも難しいと思ってますけど、それがこれを仕事にできるかなっていう感覚というか、プロフェッショナルでできるかなっていう感覚をいろんな国で展覧会をやって初めて思ったことだっていう感じです。日本の伝統文化とか幼い頃から子供の時からお茶を習っていたり、うちの母が先生でお茶を習ってたりとかすることもあり、何ですかね、とても着物を着たり、お茶を立てたり、そして日本のお家に住んだりという、すごい日本の伝統文化に触れるチャンスがすごく多かった。だから多分かなりの影響を受けて育っていると思いますね。でそれが作品に何か自分から作品に何かできないかなと思って、和とあと今和の生活だけで日本はできなくて、いろんな国の文化がミクスチャーしてる、状況だと思うんですけど、その雰囲気を和のいいところとなんていうか西洋、他の国のいいところ、いろいろミックスした、作品ができないかなと思って、作ったシリーズがあります。ルピトレスク・オ・ジャポン、絵のように美しい日本っていう、タイトルで、ビジュアルをグラフィックは日本のグラフィックも日本的なグラフィックも入れて、いろんな国の人が着物を着たりとかいうポートレートも撮影を、フォトグラファーのトシオタさんとのコラボレーション作品としていろんな国の人が参加して着物を着て、それに私の絵をコラージュして、そして映像作品とか、掛け軸にして、日本のスタイルの展覧会用にエキシビジョンを作ったりとかで、掛け軸もいろんな国に持っていきやすいですね。そういう意味でもなんか日本のスタイルの良いところを取って展覧会のために作ったりっていうのはすごく日本の伝統文化から